衝撃。税理士資産70万回再生の請求書。皆さんこんにちは。税理士の秋です。70万回再生。この数字だけ聞くと成功したように見えるかもしれません。しかし今日は、その70万回再生が人生で最も高くついたかもしれない男性の話です。はま寿司で迷惑動画を投稿した43歳の男性です。寿司に液体をかける動画を投稿し、大きな騒動になりました。その結果、威力業務妨害の疑いで逮捕されました。ここまではニュースでご存知の方も多いと思います。ですが、私が税理士として驚いたのはここからです。多くの人はこう考えます。逮捕された。罰金を払った。これで終わりだろう。ところが実際は違います。この男性には最初の請求書が届いています。金額は50万円です。略式命令による罰金50万円。しかもこれは法定上限の金額です。ここで終わるなら、まだ話は単純でした。しかし実際には、男性は罰金が決まったわずか5日後に再び同じチェーン店で問題となる動画を投稿したと報じられています。そのため再逮捕されました。私は税理士として色々なお金のトラブルを見てきました。ですが本当に怖いのは罰金ではありません。50万円という数字は、これから届く請求書の中ではむしろ小さい方かもしれないのです。ここから先は桁が変わります。次の請求書は数百万円で済むかもしれません。あるいは数千万円になるかもしれません。なぜそんな金額になるのでしょうか。事象では、企業が本気で動いた時に発生する損害賠償について見ていきます。賠償請求。では次の請求書です。実は多くの人がここを甘く見ています。罰金50万円を払ったのだから、もう終わりではないのか。そう考える人も少なくありません。しかし罰金は国に納めるお金です。一方で企業が受けた損害は別の話です。企業は民事上の損害賠償を請求できます。つまり罰金とは別にお金を請求できるのです。今回のケースでは、はま寿司側が損害賠償を請求する方針だと報じられています。ではいくらになるのでしょうか。実は過去に非常によく似た事件がありました。回転寿司チェーンのスシローで起きた迷惑動画事件です。その際、運営会社はおよそ6700万円を請求しました。もちろん最終的に同じ金額になるとは限りません。事件ごとに事情は違います。ですが企業側が考える損害は、皆さんが想像するよりずっと広いのです。例えば店舗への苦情対応です。動画が拡散されると、電話や問い合わせが一気に増えます。本来の業務を止めて対応しなければなりません。さらに店舗の衛生管理に対する不安も広がります。お客さんが来店を控えれば売り上げにも影響します。企業は信頼を回復するために広告や広報活動も行います。こうした費用を積み上げると、金額は一気に大きくなります。数十万円の話ではありません。数百万円になる可能性があります。場合によっては数千万円規模になることもあり得ます。ここで多くの人はこう思います。いやいや、無職なんだから払えないでしょう。請求されてもないものと同じではないか。実はそこにも大きな誤解があります。お金がないことと、請求が消えることは全く別なのです。むしろ本当に怖いのはその先です。次の請求書は、今持っている財産だけでなく、将来手に入るお金まで対象になる可能性があります。事象では差し押さえについて見ていきます。差し押さえ執行。では3つ目の請求書です。差し押さえです。私は税理士として相談を受ける中で、お金がなければ払わなくて済むと思っている人に出会うことがあります。ですが現実はそんなに甘くありません。仮に企業が裁判を起こし、損害賠償が認められたとします。それでも支払いが行われなければ、次の段階に進みます。差し押さえです。まず対象になりやすいのは預金です。銀行口座にお金が入っていれば、そのお金が回収される可能性があります。車や不動産などの財産を持っている場合も同じです。売却して回収に充てられることがあります。ここまでは想像しやすいと思います。しかし本当に怖いのはその先です。今後金がなくても安心できません。将来働き始めた場合、その給与が対象になる可能性があるからです。例えば就職して毎月給料を受け取るようになったとします。すると一定の範囲で給与の差し押さえが行われることがあります。つまり過去の行為による負担が何年も後まで続く可能性があるのです。若い頃の失敗なら時間が解決してくれる。そんな話ではありません。お金の問題は長期間残ることがあります。もちろん実際には相手企業との交渉や分割払いなど様々なケースがあります。ですが少なくとも無職だから関係ない、財産がないから安心だという考えは危険です。そしてここで多くの人が次の疑問を持ちます。それなら自己破産すれば終わりなのではないか。借金が消える制度があるのだから、それで解決するのではないか。実はここにも大きな落とし穴があります。事象では、多くの人が誤解している自己破産について見ていきます。破産面積。では4つ目の請求書です。自己破産です。ここまで聞いて、それなら自己破産すれば終わりではないか。そう考えた人もいると思います。確かに自己破産には借金を整理する機能があります。返済できなくなった人を救済するための制度です。ですから一般的な借金であれば、自己破産によって返済義務がなくなるケースがあります。ところが、ここに大きな落とし穴があります。すべての支払い義務が消えるわけではないのです。悪質な不法行為による損害賠償については、自己破産をしても免責されない可能性があります。少し難しい言葉ですが、簡単に言うと、
自己破産したから全部なかったことになるとは限らないということです。実際には個別の事情によって判断されます。裁判所の判断やどのような行為だったのかによって結果は変わります。ただ少なくとも自己破産すれば全部解決という単純な話ではありません。ここを誤解している人は非常に多いです。私は税理士としてお金の相談を受けますが、制度の名前だけ知っていて中身を誤解しているケースをよく見ます。もし損害賠償が残ればどうなるでしょうか。将来働いて得た収入、将来手に入れた財産、そういったものに影響が続く可能性があります。つまり今回の問題は一時的な炎上で終わる話ではないかもしれないのです。そしてここまで聞くとこう思いませんか。数千万円の請求、差し押さえの可能性、自己破産でも終わらないかもしれない。それだけのリスクを負って一体いくら稼げたのか。自称では最後の請求書です。実は税務上の請求書も届く可能性があります。税金の視点から見た本当の収支を計算してみましょう。税務調査では5つ目の請求書です。税金です。ここまでの話を聞くと数千万円の損害賠償を抱えるかもしれないのだから税金ぐらいは多めに見てもらえるのではないか、そう考える人もいるかもしれません。ですが税金の世界はそう単純ではありません。まず動画で得た収入です。金額が少なくても収入は収入です。TIKTO 系などから得たお金には所得税や住民税がかかります。おそらく今回の動画だけなら大きな税額にはならないでしょう。問題はその逆です。失ったお金の扱いです。例えば今回の罰金50万円。これは税金の計算では必要経費になりません。国は法律違反に対するペナルティを税金で助けるべきではないという考え方をとっています。つまり50万円を払ってもその分だけ税金が安くなることはありません。では損害賠償はどうでしょうか。ここも内容によって扱いが変わります。税務上認められるケースもありますが、認められないケースもあります。少なくとも払ったら全部税金が安くなる、そんな都合の良い仕組みではありません。さらにもし賠償資金を作るために財産を売却したらどうでしょうか。株式や不動産などを売却して利益が出れば、その利益に税金が発生する可能性があります。お金が必要だから資産を処分した。その結果、新たな税負担が生じることもあるのです。ここが税金の怖いところです。儲かった時だけではありません。お金に困った時にも税金は関係してきます。私は税理士として、税金は人生の後ろから静かに追いかけてくる存在だと感じています。忘れた頃に請求が来ることもあります。では最後に、この事件の収支をまとめてみましょう。70万回再生は、本当に割に合う結果だったのでしょうか。最終章で総額を計算します。総括。では最後に、この事件の収支をまとめてみましょう。まず収入です。問題となった動画は70万回以上再生されました。TIKTO 系の一般的な収益水準から考えると、動画単体の収益は数万円程度だった可能性があります。過去の投稿も含めて考えても、総収入は10万円から20万円程度が一つの目安でしょう。もちろん正確な金額は本人しかわかりません。ですが少なくとも、70万回再生だから何百万円も稼いだ、という話ではありません。一方で支出です。まず確定している罰金が50万円です。そして損害賠償。金額はまだ確定していませんが、数百万円で終わる可能性もあれば、数千万円規模になる可能性もあります。さらに弁護士費用、裁判になれば追加の負担も発生します。差し押さえのリスクもあります。場合によっては将来の収入にまで影響が及ぶ可能性があります。そして税金です。収入には課税されますが、失ったお金がそのまま税金の軽減につながるわけではありません。こうして並べてみると、数万円から十数万円を得るために、数百万円から数千万円のリスクを背負った、そんな構図が見えてきます。私は税理士として日々お金を見ています。投資で失敗する人、事業で失敗する人、様々なケースがあります。ですが今回のように、最初から割に合わない計算になっているケースは珍しくありません。再生回数は増えたかもしれません。知名度も上がったかもしれません。しかし、その代償はあまりにも大きいものになりました。SNS では数字が目立ちます。再生回数、フォロワー数、いいねの数。ですが本当に大切なのは、その数字を手に入れるために何を失うのかです。今回の件は、そのことを強く考えさせられる事例だったと思います。皆さんはこの収支を見てどう感じましたか？ぜひコメントで教えてください。参考になった方は、いいねとチャンネル登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。